ドラマ「被写界深度」FOD で配信された全6話、めちゃくちゃ良かったです。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の備忘録です。チャンネル登録をして皆さんの好きを教えてくださると嬉しいです。こんにちは、K です。炎上先生原作の被写界深度、原作既読でドラマを見ました。好きな作品が実写化されて原作の世界観がうまく表現されていたのがすごく良かったです。最後まで楽しみました。原作では上巻で高校生編、下巻で大学生編、上下巻で完結している作品です。ドラマは全6話で、そのうち4話までが高校生編で残る2話が大学生編でした。4話まで見た時に残る2話でどうまとめるのかと思いましたが、実際に原作の下巻大学生編では2人のイチャイチャや2人の初めてがじっくりと描かれていたので、ドラマでのバランスはとても良かった気がします。もしまだ見ていない方がいらしたら、地上波でのオンエアが決まったので TVer でも見られるようになると思います。また FOD で見られる作品ですが、2025年7月18日から9月12日の17時59分までの間、初月200円のキャンペーン中です。新たに登録される方にはお得なのでおすすめです。アマプラから FOD を見ても同じです。配信サイトが多くて困りますよね。他にもたくさんの BL ドラマが見られるので、1ヶ月だけ試してみるのも良いかもしれません。ここからはドラマの各話を振り返ります。内容に触れてネタバレしますのでお気をつけください。まだ見ていない方、内容を知りたくない方はここでストップしてください。無料で見られる1話は以前別の動画で少し話しました。ここで一旦その時の動画を挟みます。キャストは早川修一郎役に宇佐拓磨さん、今野良平役に平野浩秀さん。2人の空気感がめちゃくちゃいいです。早川のちょっと影がある感じとか、こんちゃんの不愛想ながらも面倒見がいい感じがハマっていて好きです。第1話屋上友達。1話のあらすじを簡単に振り返ります。高校生の早川は表面上はいつもニコニコして友達とも普通に過ごしているように見えるけれど、どこか心が空っぽな毎日を送っていた。昔夢中だった音楽をやめたことで自分を見失っている。ある朝急に息苦しくなって逃げるように屋上へ向かった早川。誰もいないその場所でふと歌を口ずさんだ瞬間、カメラのシャッター音が響く。それを撮っていたのは今野。いい顔してたから撮った。そんな出会いから2人の関係が始まります。それ以降屋上だけで言葉を交わす屋上友達になった2人。好きなカメラに夢中な今野のまっすぐさに早川は惹かれていくと同時にイライラを覚える。そんなある日、早川が放課後の教室で女子と密会しているところを今野に見られてしまう。お互い気づいてそっと離れていく今野に見られたことによって女子を今野に置き換えて想像してしまう早川は今野への気持ちがどこか友情を超えた特別な感情だと気づき始めたかのようなシーンにドキッとします。その後も何事もなかったように普通に接してくれる今野。屋上から見える海や青い空がめちゃくちゃ綺麗なロケーションで、今野が昼寝しているシーンが本当に気持ちよさそうです。今野から見た早川は友達といる時のヘラヘラした態度と屋上で2人でいる時の顔が違う。それに気づいていて今後の展開が楽しみになる始まりでした。写真が好きだと素直に向き合っている今野との対比、早川が音楽をやめた経緯、これからの2人の関係がどう動いていくのか、2人の繊細な演技もいい感じで最後まで楽しみです。ここからは2話以降を振り返ります。あらすじは公式サイトの内容を中心に紹介しますのでご了承ください。第2話ピントの合わない思い。早川は女子との行為を今野に見られてしまった一件以来、友情以上の感情を持っていることに気づいてしまう。そんな早川の気も知らず屋上友達になった今野は友人として早川との距離を縮めようとする。お前もなんか好きなことあるんじゃねえのという今野の問いかけは、音楽に夢中だった幼い頃の記憶を蘇らせる。音楽が大好きだった幼少期の早川は
いつでもどこでも我慢ができずに歌い出し、周囲からは気持ち悪いと言われてしまう。そんな早川に母親は歌いたくなった録音するようにボイスレコーダーを渡し、自分のピアノ教室に通わせる。特別扱いしなくてもコンクールで1位を取るほどにピアノの腕は上達し、そのずば抜けた才能は嫉妬の対象になり、幼い早川をさらに孤独にさせた。その頃、家庭の事情でピアノ教室を辞めるという山下に、自分はギターを始めるから山下のピアノと一緒にバンドをやろうと誘っていた。子供の頃の環境や周囲の人によって孤立してしまい、自由にのびのびできなくて才能が潰されてしまうのは見ていてしんどい話ですよね。今野の家に行くことになった早川。2人でいる時に中学の後輩あんちゃんから声をかけられ、今も音楽をやっていないのかと聞かれてしまう。一方で今野はカメラが好きなこともその存在も周囲に認められている。こんちゃんといると楽しいはずなのに、なんでイライラするんだろう。そんな複雑な思いを抱えた早川の作り笑顔を見抜いた今野は、お前本当にこのままでいいのかと思わず強い言葉をぶつけてしまう。やり場をなくした早川は衝動が抑えられなくなり、思わず今野にキスしてしまう。こんちゃんの動揺した表情がめちゃくちゃ良かったです。2人の芝居がすごく良くて空気感が最高です。第3話、捨てられないもの。心配してくれる早川にイライラすると怒りをぶつけてキスをして、今野を押し倒した早川を殴って突き飛ばす今野。切れ方どうなってんだよと困惑しつつ、早川が落としていったボイスレコーダーには早川の歌が入っていた。それを聞いた今野は早川の過去を知る後輩あんちゃんに話を聞きに行くと、中学時代の早川は幼い頃からの友達である山下とバンドを組んでいたという。しかしバンド活動に熱心に打ち込んでいた早川は他のメンバーの熱量が違うことに不満を抱くようになる。山下は唯一の理解者だと思っていたが、好きで一緒にいるわけじゃないという彼の本音を聞いてしまう。子供の頃のように気持ち悪いと言われてしまった早川は窓からギターを投げ捨て、それっきり音楽をやめてしまった。そして今のヘラヘラした早川が出来上がっていた。それを聞いた今野から屋上に呼び出され、音楽に未練があることを自覚する早川。今野のおかげで音楽への情熱を再び取り戻していく。こんちゃんにひどいことをしたのに嫌われたくないという早川は、彼への思いも確かなものになっていた。早川のためにあんちゃんに話を聞きに行って、今の早川の本心を引き出してくれるこんちゃん。ひたすらかっこいいです。こんちゃんの色気が大優勝。第4話、友達じゃない感情。音楽への情熱を取り戻した早川はまた曲作りを始める。屋上で寝ている今野にこっそりキスしてしまった早川は、テスト勉強も手につかなくなるほど没頭した曲作りよりも心を占めているのはこんちゃんへの思い。中学の後輩のあんちゃんにお礼を言いに行くと、いい友達ができたことを喜んでくれる。すべてはこんちゃんのおかげ。ついに曲が完成して、最初に聴いてほしいのはこんちゃん。屋上で目をつぶってその曲を聴きながら優しく微笑む今野に、その思いは溢れてしまい、キスをしてしまう早川。俺こういう意味でこんちゃんのこと好きだと思う。今野の戸惑いの顔で次回へ続く。この4話でのエンディングが流れる瞬間が一番グッときた気がします。よかった。高校時代の2人の関係と早川の心情描写を丁寧にしっかり見せてくれた4話までの流れでした。こんちゃんがとにかくかっこいい。ぶっきらぼうで口数が少ないクールな中に優しさが詰まっていて、いい男すぎ。早川が好きになるのもわかると思ってしまいます。早川がひたすら可愛いんですけどね。原作の早川が身もだえするほど可愛い。実写でここまでキュンキュンさせてくれる早川も本当にヤバいです。相変わらず語彙力皆無。第5話、あいつの3年間。今野にキスをした早川は、お前それ本気で言ってるのかと聞かれて、中学の時に山下から気持ち悪いと言われたことと重なり、嘘だと冗談にして立ち去ってしまう。ここからは今野視点も交えながら話が進みます。この日以来、早川は屋上に現れなくなった。そして2人はすれ違いのまま
卒業を迎える。あれから3年後、今野は希望通りに美術大学へ進学。バイト先のカメラマンただの知り合いで、メイクアップアーティストの梅さんにも多くの刺激を受けながら日々カメラを学んでいた。けれど最後に見た早川の表情がずっと心に引っかかったままだった。梅さんは好きだと思った人によって異性愛者か同性愛者か素敵な人と出会うたびにどちらにもなる、決めなくていいという。そんな中、今野は撮影のバイトでとあるインディーズバンドのライブを訪れる。会場から漏れ聞こえてきたのは早川のボイスレコーダーに録音されていたあのメロディーだった。今野と早川は久しぶりの再会を果たし、早川があの日屋上で別れた後もずっと音楽と向き合って生きてきたことを知る。ライブの後、早川の部屋で飲むことになって改めて話すチャンスに、お互い探り探りの空気感、2人の間に流れるぎこちない空気が3年間の空白の長さを物語る。あの頃のような関係にはもう戻れないかもしれない。早川は気持ちを抑えようとしているのに、今野の方があの時のキスは本当に嘘だったのか、また会えてよかったと素直な気持ちを伝えてくれる。自分の知らない早川の3年間に思いを馳せてライブ映像を見ているこんちゃんの優しい笑顔につられてニコニコしてしまうシーンです。最終回を残すだけとなりました。最終は被写界深度。大学の同期南にせがまれ、早川と今野は再び顔を合わせることに。しかし今野と南の距離の近さに高校時代の記憶がよみがえり、またもや早川の胸をざわつかせた。一方の今野も南と楽しそうに話す早川に複雑な感情を抱いていた。いつも以上に酒を煽った今野を放っておけず、早川は自宅で介抱する。ベッドへ無防備に横になる今野に対し、再び溢れそうになる気持ちを抑えるが、今野の方からいきなり引き寄せられて、今野からの初めてのキス。このいきなりのシーンは本当にヤバいです。しかも再会してからぎこちなくこんちゃんを今野と呼ぶことをやめろ、その呼び方腹立つと言ってキスしたのもキュンポイントでした。翌朝、鍵を置いて先に出かけた早川。突然の今野の行動に頭を悩ませ、あれは一体どういう意味だったのか。酔ったら記憶をなくすのか、誰にでもキスをするのか。南に様子を伺ってみると、思いがけず今野が近いうちにニューヨークへ旅立つことを知る。鍵を返したいというメッセージに返信ができないまま、もう一度話したいと思った時にはもうニューヨークに立ってると聞いてしまう。失意のまま帰宅すると、今野が家の前で待っていた。今野は梅さんと話して友達だと思ってたはずだったのに、ともう一度自分と向き合い、早川と話すためにニューヨーク行きを遅らせていた。鍋の用意をしていた早川が先に飲み始めていたこんちゃんに文句を言うと、はい乾杯と言って自分のビールを飲ませるシーンが良すぎました。酔ってキスされた時のことを確認すると、覚えてるし誰とでもはしない、お前だからしたとちゃんと言ってくれたことで、3年前の告白をやり直したいというシーンからがまた良すぎました。こんちゃんのふっと笑顔になるところがすごく良くて、早川の涙にはもらい泣き。次の日、思い出の屋上に2人で行って綺麗な景色で感動的な最後でした。主演の2人がすごく良くて、6話という短い中にぎゅっと詰まった2人の関係が原作の世界観のまま実写化されていた印象でした。早川から見たこんちゃんがめちゃくちゃいい男で、これは好きになっちゃうよねと思う場面がふんだんにありました。とにかく映像が綺麗で音楽も良かったです。高校時代のこんちゃんが早川のことを気にかけてくれて優しくて、そのおかげでもう一度音楽と向き合うことができるようになったのに、好きな気持ちをごまかして会わなくなった2人。再会してからは今野がずっと忘れられずにいた早川の表情から自分と向き合って、もう最後はニコニコが止まらない。梅さんの言葉も良かったですね。ほんと、人によってはゲイだ、ノンケだ、バイだと分ける必要もない。早川の繊細な部分をうまく表現していて、好きになっちゃいけないという葛藤。子供の頃から音楽が好きなだけで、好きなことを気持ち悪いと言われ続けたトラウマを最後に全て溶かしてくれたのが今野でした。気持ち悪いって言わないでね。ああ、気持ち悪い気持ち悪い。
早川のキャラは下手すると実写になった時に個人的に苦手なタイプに振りそうな気配もありましたが、良かったです。泣き顔にやられました。この2人は完全に壁になって眺めていたいタイプ。最後まで本当に良かった。共感してくださる方はぜひいいねしていただけると嬉しいです。皆さんの好きなポイントもコメントで教えてくださいね。新しい BL ドラマの話もあるので、最後にその話を少しだけしておこうと思います。チャンネル登録と高評価は動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。 BL 日記新作 BL ドラマ8月11日フジテレビと FOD で配信開始。ラブシー愛の居場所、タイ BL のリメイクとのことですが、私はオリジナルを見ていないので日本版を見てみます。10月18日からスタートするドラマ修学旅行で仲良くないグループに入りましたの発表もありました。原作は隠れぎうずら先生の小説とのことですが、私は存じ上げなかった先生なので原作もチェックしておこうと思います。25時赤坂でのシーズン2も10月スタートなのでまだまだ楽しみが続きます。